最近読んだ本とかすごく良かったなと思うのとかいろいろあって、それについてね突然喋りたくなったから喋る。こんにちは。私は元気にしてます。はい。今ね博士の1年目の1学期目でもう今日はこれについて話す予定はないですが、普通にね忙しくてね中国の博士って他のヨーロッパとか日本の博士とはちょっと違うみたいで思ってるよりずっとすごく忙しくて、もうはい、友達がなんか博士になったらアル中になるかスポーツばっかやり始めるかどっちかだとか言っててもうちょっと笑っちゃったんですが、私はまだどっちにもなってないので大丈夫だと思います。はい。で今日はねアップデートというか私最近読んだ本とかすごく良かったなと思うのとかいろいろあって、それについてね突然喋りたくなったから喋る。修士の時はねドリーとスージーが一緒にいたんですがね、彼らは今日本でお留守番で今回は亀太郎が私と一緒におることになりました。亀太郎は結構ね無口であんまり喋らないんですよ。でも時々ねふっとした瞬間に喋ってくる時もあって、亀太郎は亀になってからなんと4000年も時間が経ってるということが分かって、今はこんな見た目ですが本当はもうすっごい立派なウミガメで、その甲羅がちょっと黒い感じの感じで、もう悠々と海の中を何千年も泳いでたでなんかそういうことらしいね。それで今日はね私最近読んだ本があってね、そうだ私先月ね11月ですが台湾に行ってきたんですね、初めて。で私いとこが3人いて、そのうちの1人が今台湾でね大学生してて、彼女にも会いに行くことができて、ですごい楽しかったんだけど、その台湾に行く飛行機の中でこの夏目漱石のねこの夢十夜っていうのを読みました。でなんで突然この読んだかというと、今私の兄が今インドにいるですが最近漱石を読んでてすごくとてもいいっていうふうに言ってたから、そっかじゃあ私も漱石漱石本当に読んだ。私小さい時すごい読書家だったですが、ほとんど外国の文学の日本語に翻訳されたものをすごく楽しく読んでて、そう日本はもちろんね三島とか太宰とかもいろいろ読んだですが、そんなめちゃめちゃたくさん読んだわけじゃないような気がしてて、本当に授業とか課題とかいっぱいあってなかなか本読む気にならないから、この夢十夜だってすごく短いからこれだったら短くてすぐ読めるよって言われて、ほんで台湾に行く飛行機でそれを読みました。これをせいでですね私はもう感動したんですね。感動しました。うまく言葉で言えない、今はまだ言葉でうまく言えないかもしれないけど、今どのように感動したのかということを少しだけでも今言える分だけでも言いたいという気持ちです。はい。私が一番すごいなんてことだと思ったのはこの、夢十夜の中の第1夜、そしてネタバレになるだからまだ読んでなくて読みたい人は見ないでください。普通に内容にして喋っちゃうから。はい。で第1夜とですね夢の中で目の見えない自分の子供を背負って歩く夢がある。その2つの夢、私は特にどれも素晴らしかったですが、特にその2つが印象に残りました。それで私はね結構本とか読んだ時にですね評論をね例えば本の後ろについてる評論とかなんかそういうのも結構見たりして、結構そういうのも楽しむタイプで、私がそういうとこを楽しんでしまうあたりがもう私は小説家はなれない、別になりたいわけでも何でもないですが、それはもうそういうところだなと思うんだけど、でもこの夢十夜を私は読み終わった時にもう私はもうこれに関してはいかなる評論も私は読まないと思ったんです。別に読んでもいいけれども、私が納得できるものはただの一つも存在しないだろうということが分かったんですね、私には。でしばらくもうそういうのを読まないで、しばらくこう自分の中でその衝撃ともう言葉にならないこの気持ちを
しばらく今噛みしめてまだちょっと心に残ってるだけどっていました。はい。で私そんな漱石たくさん読んだわけじゃないので別に何とも言えないんですが、この夢十夜に関しては私が2つ非常に特徴的だと思ったのは、もうあまりの透明さですね。それから時をものともしない構造、これが私の中で2つ非常に驚いた点であります。はい。で第1夜は私はこれほど透明なものを見たことがないですね。見たことがない。それはもちろんそうだ。だってそんな透明なものがこの世の中に触れて見れるものがあるなら、この第一夜というそもそもこの小説という形にしてそれが存在する必要もなかったからです。でそれでやっぱりちょっと気になって評論をどんなこと言ってるか読んで、なるほどそのような視点もあるかと思ったんですがね、やっぱり第一夜については、永遠の美と愛が描き出されているとかは書かれて、でも私が思うに第一夜はそんなものではないわけです。そんなものもあったかもしれませんが、そんな愛とか美とかそんなものよりもっと透明なもっと透明な何かなわけです。で私は信じがたい思いですね。それはなぜ漱石がそういったものを書き出すことができたのか。それは私たち人間の中にそれがあるからなんですね。そこは私は信じがたい。私なんかもなんかこの辺パカッて開けたら真っ黒黒かもしれないだけど、そんな透明なものが私たちのうちにある。本当にびっくりですね。はい。でそれでここにね書かれてそもそもその近代知識人の内面を鋭く描いた小説っていうふうにここに書かれてるんですがね、それはね一つ重要な視点であるわけです。しかし私が思うところによればそれは最も重要な視点ではなかったと思うわけです。はい。それじゃ何が最も重要な視点なのかそういうことですが、私はまだ言葉に説明することができない。私はそれは私はうまく言葉に説明することができない。なんていうかやっぱりその評論っていう枠の中ではその人物が生きた時代背景とかその時話題になってた科学哲学論とかそういったもの多く影響されて、そういったものを踏まえて評論するっていうのは一つ大変素晴らしい意義のあることであると思います。でそれで私がそれで全部納得できてしまったらここでわざわざカメラ撮ってないですよね。私はね漱石というものが描いた人間の存在の失意ですね。そして私が思うにですね、漱石の眼差しはそれよりもその一つあと一歩奥まで届いてたんですね。その奥まで届いてた私思うんです。で別に意識的に届いている必要はないわけです。彼の無意識はそのもう一個奥のところまで届いていた。そしてそこにあるのは人間の存在の失意、儚さ、そういったものとは真逆のものがそこにあるんですね。だから私はこんなにも感動した。だから私はこんなにも感動したんだと思う。その真逆のものって何なのか。これを言葉にしてしまうことに意味があるでしょうか。今はそれを私は無意識に感じて、それを無理やり言葉に今ここですることにあまり意義を感じない。しかし本当に存在というもののある種の絶対的な、肯定、そして歓喜ですね。そういったものに本当にほとんど音がしないですが、そういったものの存在をここに感じたし、そこに光が本当に届いていた。今うまく私はまだその言葉にすることできないというふうに言いましたが、でもなんていうかやはり人間の直感というものはいつも
既存の分かっている知識よりも一歩先を行くわけですよね。だからそれは当然といえば当然のことだと思うのですけれども、漱石は知っていたのだというふうに私は思って衝撃を受けました。本当に私は信じがたい。それが100年前に書かれた文学であると私は信じられない思いです。本当に衝撃を受けました。ごめんなさいね、なんかあまりうまくしゃべちょっと待って、もうちょっと今漱石の本いくつかねあるからちょっとこの冬とか時間できたらもうちょっといろいろ読んで、そしたらもう少しいろんなことが見えてきて、もう少しうまく言葉にできるかもしれない。でも時間は必要ですね。言葉になるまで時間がかかる人ですから、私はそんなにたくさんかかるわけ、人よりは早いと思う。でもそれでもやはり、せっかく時間というものがあるんですから、それは楽しく使うのがいいかと思います。私最近気づいたことがあって、それを今日は皆さんにお見せできると思う。今日ちょっと曇ってるのか何なのかちょっとよく見えないですが、岩塩のフォシャンクが見える。これカメラ映ってるとかわかんないんだけど、で多分あそこに映ってるのが北京大学のボヤター、北京大学にある塔だと思う。ある教授のね研究室にいた時、その研究室の窓からもう北京の塔という塔が綺麗に見えて、とても知らなかったんです。それがいいものでした。私をね見ていただいてありがとうございますね。良い年をお過ごしください。はい、もうそんな挨拶になってしまってちょっと早いですが、はい、ありがとうございます。そこへ遥かな上からポタリと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。100年はもう来ていたんだなと、この時初めて気がついた。